本当今年のね冬ぐらいまでバリバリリーゼントですからねこんなリーゼントしてパーシートダックテール決めて、で今もこんな頭どうぞね魚屋っぽくはないですが。本当外見ってどうでもよくないですか。当然印象悪いですけど、悪いとか怖いとかね、僕も思います。本当こんな外見来たら怖いとか思うけど。おはようございます。すみません、よろしくお願いします。お願いします。朝早く。いえいえいえ。今市場から1回店来て、5時前に1回店来るんですよね。ほんで注文拾って、はい、で5時半ぐらいまでには市場行って、で仕入れして今帰ってくるんですね。軽く用意して。もうでかいですね、これ。タコタンの。何キロですか？何て魚ですか？ヒラメなんですけど。もともとどこでこうスキルを身につけたんですか？もともとは前の会社ですね。前の会社、独立前の会社が完全にホテルとか飲食店のその納品業務専門の納め屋さん、はい、でそこでもうめちゃくちゃ忙しいとこだったんで、もうなんか本当誰に教わることなく、それでもう勝手に魚をおろすのがうまくなって。よいしょ。やっぱりヒラメなのでお刺身を、あと普通にヒラメってムニエルとか、まあ、ちょっとね高くついちゃうけど美味しいんで、若い時バンドやってて、はい、で当時はもう金髪中だけでもう仕事が当然なく、今はね普通に働けますけど、はい、すると仕事もその選択肢がなくしたら、要は運送屋だったんですよね、最初ね。運送屋のアルバイトがあって、それが市場勤務だったんですよ、市場、札幌市場。でそこで働いて、その時青果ね、はい、青果野菜青果の方やってて、何年もいないんですけど、でそこでちょっと辞めて、はい、ちょっといろいろあって辞めて、その時にお客さんから引っ張ってもらったんですよね、要はうちに来ないから。それが独立前の仕事で、で考えると30年前ぐらいはやってますよ、水産系は。うちの鮮魚稲瀬って意味わかりますか？秀稲瀬なんで辻文です。違う。何でしたっけ？ラッツ&スター？いいなせがですね。それなんですけど、要は稲瀬って言葉が、要は簡単に言うとかっこいいっていうか、はい、英語で言うとクールって訳されるぐらいかっこいいってことなんですよね。はい、で要は稲瀬語源で言うと、イナっていう魚、ボラっていう魚なんですけど、はい、ボラの背びれ、ボラの出世魚なんで、ボラになる前にね、よくブリハマチってあるじゃないですか、その出世魚で、はいはい、ボラの前の若い時がイナっていうんですよね。で、イナの背びれ
稲の背びれってピンとしてるんですよ。大相撲の大いちょうちょですか。もうあんな感じの曲げがちょっと先頭がこう立ってるっていうか、はい、でそういうなんか髪型らしいんですけど、そういう髪型をしてた不良が大菓子っていうんですか、昔の築地っていうかで働いてたその不良の若者たちが威勢が良くて男気があって、はい、切符が良くてみたいな、そういう人たちを稲瀬って呼ぶようになって、でうちも独立するときに考えて、かっこいいあれねえかなみたいな、はい、男気があってこうクールでみたいな、はい、してその稲瀬っていう、本当英語で訳すとクール、ヤンキーではなくてクールみたいな、と思う。これ中落ちうまいよね。259キロ。カナダのジャンボ。普通すっぽんって養殖なんですけど、競りにかかって安くてちょっと中井がちょっとお願いしますっていうのを買ったんですよね。で3日ぐらい売れなくてね、一応料理屋さんとか電話したりとかして売れなくて、3日ぐらい経ったらふと見たらお尻のとこに白いものがあって8個ぐらいあって卵だってなって、そしてすぐ仲買にちょっとこれ出どころちょっと調べてくれって言ったら福岡の天然だったんですよね。ふとね忘れた頃にね見たら孵化してて髪がバーってやってて、すっぽんがとかなって、そしたらそのさっきのやつジャンボってマグロ200キロ以上をジャンボって言うんですけど、本マグロ、はい、260キロのカマ、この辺サク取れるんで切ってカマ取ろう。あとはここ赤身も取れるし、あとここサク取れないとこはもうスプーンかなんか突っ込んでもらって、いわゆるネギトロ作ったりとか。本数数えてお値段を出すんです。緑のお玉をそうです。一回にします。どうやって食べるんですか？もうお刺身っすね。お刺身とかサラダとか。うちはもう完全本マグロ 100% うちで作ってるやつで、部位も赤身からもうそれこそカマトロからなんかいろんなとこを混ぜて粗挽きで叩いて作ってるんで、美味しくないわけがないやつです。誰が作っても美味しくなるやつなんですけど。目利きとかなんだとか値段とかね、あと魚のおろし方、刺身、盛り付けは当然もう自信あるので、そうなるとルックスとかって関係ない話になって、多分ねその取っかかりロックな魚屋ってイメージすごいあるんですよ。うちバイク乗ってバイカーな魚屋とかね、サーファーとか何とかあるんだけど、実はちゃんと魚好きが当然多いんですよ、お客さん。魚好きの年配の方も当然若い方もそうで、
来ていただけてるので、まあそうなると仮にモヒカンだろうとなんだろうと関係なくなるというかね、今年の春先ぐらいまでリーゼントだったんですよね。まあ伸ばしたりリーゼント、まあ、繰り返してはいるんですけど、でね、ここコロナでですね、コロナで、まあ、市場って基本帽子かぶってその番号買い出しの番号があるんだけど、そのついた帽子をかぶらなきゃいけないんだけど、まあ僕ぐらいになるとまあまあかぶらなかったわけですよ、ずっと何十年も。でもここ本当ね 1,2 年でめちゃくちゃうるさくなって、してもう4時ぐらいから朝起きてもう髪セットするのでバシッとね、もうスプレーガーッとかやってダックテールはちょっとやるんだけど、その小1時間後に帽子チェックされて注意されてかぶって、でまあ市場1時間ぐらい滞在して取るじゃないですか。ちょっとペタッとするじゃないですか。でももういいかなと思ってでやめましたね、リーゼント。まあ当たり前の話なんですけどちゃんと従わなきゃいけないので、まあそんなのもあって今まあナチュラルに生きてます。ハロウィン。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。本当だ。かっこいい。そうですね、まあ和食堂だと刺し盛り船盛りとか刺し盛りのその盛り方っていうのがやはりあるらしくてあるんですよね。例えばこれはこっちとかあれはこっちとかで、今ですけどうち前はそのまあまあ有名なその調理師会の親方衆が結構遊びに来てくれた時があって、その時にこうやって作ってるのをたまたまいたんですよね。そしたら多分本当これホッキがほぼこれ黒くてかっこいいので、
船首、船の首、船首側に大体置くんですよね。あとまあこっち置くこともあるんですが、で置いた時にいやお前そこダメだべ。貝類って魚たちと比べるとランクが下だから必ず船の一番追いやれみたいな感じで言われて、いやいやそれもわかるけどもみたいな、ちょっと船盛りって僕のイメージは絵とかお花とかの感じなんですよね。あとまあ自分がその和食の人間でもないし、そこの属してるわけでもないので、まあ本当インパクトと船盛りの醍醐味ってやっぱ魚たちがこう喜んでこうなんていうんですかね、踊ってるような感じだと思うんで、言う人が言ってくれたのは僕のそのなんていうのバンドだったりなんだりとかその人生じゃないけどライブなんだかじゃないけどが船盛りに現れてるって言ってくれた方がいて、そう思ってくれると嬉しいし、まさにそれだとは思いました。あと本当に必ず聞くのが用途聞くんですよね。船盛り注文あると何使うの？いや子供の誕生日ってやっぱりそのまあ、簡単に言うとすごい分かりやすくサーモン多めとかね、その子供好きな分々もネタ多くしたりとかはやるんだけど、よりはなんか女の子って赤い魚が好きだから赤とかね、なんかそんなイメージでは持ってますね。だんだんねこう本当乗らなくなってくるんですよね。もうすでに盛らないんですよ。場所がないんですよ。どうしようかな。まあちょっと八角の背中に乗せてみたりとか。本来こうですよってやるんですけど、取るか分かんなくないんですよ。本来ね、主役ですもんね。そうです。主役はもうみんなが主役ですね。うちの船盛り。はい、大丈夫です。そうなんですね。ちょっと朝一緒に行ってきてって言われてな。近畿の、はい、三本入り。三本入りと、はい、大です。サーモン一本ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。これはテレビの番組で夕方何だったか忘れたけど、それ見て一回来てみたいなと思ってずっと、考えてて今日来たんですよ。家から近いっていうのもあるし、魚も美味しいので、マグロの、釜とか中落ちとかも、は楽しかったので、いね、職場の同僚の方がすごいここ美味しいよって教えてくれたので、はい、一回来てみたらちょっと通うようになりました。ここが一番いいかなという。一番まず子供だからね。大人って妥協して食べれるけど、子供妥協しないんで。ね。これスプーンでこそぎ落としてすごい美味しいです。ハマっちゃったんです。毎週来てます。子供も食べるんですか？そうですね、ここのマグロ大好きで、買ったもの見ますか？はい。今日はいろいろ買いました。ね、マグロ一柵。はい、イカですね。浅いイカ。で、ゲソもちゃんと入れてくれて。イカね。はい、イカ。はい、これは塩辛作ってみようかなと、こんな立派なんで。はい。綿ですそれ。綿ですね。綿、ゲソ、耳。はい。塩辛チャレンジしてみたいと思います。週末楽しみですね。はい、楽しみです。はい、ではまた来てください。はい、またです。今日主人の誕生日なので、手巻きをしたいって相談したら、船盛りで作ってくださるって。すごい初めてだったんですけど、船盛りは楽しみに受け取りに参りました。見せてください。どうやって食べるんですか？どうやって食べるんですか？これは漬けと炙りですかね。彼はフレンチの
料理さん。イタリアンです。あいや前回うちの母親連れてきた時は大絶賛だよ。帰ってからも美味しいしか言わなかったです。この魚美味しいねしか言わなかったですね。何買ってますか？マグロとしめ鯖が炙りしめ鯖がやっぱり最高ですね。美味しいんですよね。ちょっと嫌なことあったりとか、お小遣いあった時に、ついつい買いすぎちゃうんですけど、いつも本当に美味しいんでお世話になってます。いやもうね、お魚屋さんとは思えないような、これなんていうんですか、ロックな感じですけど、仕事はバリバリやりますし、すごい僕みたいな若い人にもすごくお魚のこといろいろ教えてくれるんで、すごいもうお魚屋さんとしてすごい尊敬してて。ファンキーなお兄ちゃんがいて。安くて美味しいものばっかりで、10年前の昨日初めてこの店に足を踏み入れて、そこからねファンですもんね。どうだろう、自分をぶれないってとこですかね、きっとだと思います。でやっぱり、ロックとちょっと離れるかもしれない。例えば今が旬のねあれで魚があるとしても、それが本当僕的のちっちゃなあれですけど、目利きですけど、でこれはいいってものじゃないと買ってこないだとかね、そういうとこのような気はします。もしロック魂っていうのがあるとすれば。違いかな。自分が好きな魚を必ず買ってくるとかね、好きって売れなくてもね。マスコミ関係でいうと取っかかりは多分ロックな魚、今でこそ紙あれですけど、本当ね、今年の春先ぐらいまでは全然リーゼントだったりとか、もう本当そのままステージ立てるぐらいのバチッとこう決めてるリーゼントなんでで来るんだけど、でいざ蓋開けてみると、自分で言うのはおこがましいんですけど、意外とちゃんと仕事してるなとか、その目利きがうんぬんとか、自分のその得意分野のフグ提灯だったりとか、結構そのいわゆる一般の魚屋さんができないこともおそらくというかちょっとできると思うので、そこらからまた興味を持ってくれてるとこがあります。はい。で船盛りなんかも僕が知ってる限り店売り魚屋さんレベルでは多分出してないと思うんで、その船盛りは本当さっきの話、こだわりとかは当然あります。負ける気はしません。はい。あの頃って茶髪でも仕事なかったんですよね。で僕も金髪でパンクバンドやってたんで、バイト先がない、就職は当然でバイト先もなくて、してなんとか、今の仕事につながるんですけど、市場のトラックの荷受けが唯一バイトね取ってくれて、でその時にいた運転手の怖いおじさんがいいことを言ってくれて、じゃあお前金髪でバリバリ働くやつと七三メガネで何もしないやつどっちとんのよって、どっちがね会社のためになんのよみたいなことを言ってくれたのがあるんですよね。でその時にすげえ嬉しいなと思って、それはずっと胸にありますね。外見関係ねえだろうみたいなのが、あります。スーパーがどうのっていうわけじゃないんですけど、スーパーってやっぱり売れるものしか売ってないし、あと安定してるもの、常にあるもので、こういう小売店専門店の良さって、安定しなくても1本でも2本でも商売になるし、でこうやって対面することによって訴えられるっていうかね、これめっちゃうまいよってもう熱く語れるとかね、でそういう魚とかを知らない人というかね、知らなくてもみんな当然美味しいものを食べたいし、で意外とキンキ安いなとか、さっきの話ね、意外とヒラメって安いなとか、いやウニも安いんじゃねとか、そういうアプローチっていうかねをやっていくのが僕的な本当使命みたいな。なのでそこはちゃんと持ってて、なりはもう全然今パンクじゃないけども、さっきのこだわりとかなんとかっていう精神論みたいなのはちゃんと持ってますよね。でそれは商売でも生き方でも常に俺はパンクだからみたいなのはありますけどね。年末またマグロ解体やるんですけど、マグロ解体といえばこの刀と呼ばれる包丁で、多分皆さんが好きな、皆さんというかね、僕らの世界で好きな正元っていうメーカー、これ正元なんですよね。で正元の、マグロ解体用包丁
で正本シリーズでいうと